皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東京裁判、アメリカ人弁護士たちの反骨精神に救われた永久戦犯たちです。マッカーサーは東京裁判を始めるにあたり、弁護人をアメリカから招聘しました。その数21人。しかし日本側としては、敵国指導者日本のために本気で弁護してくるのか疑問視していました。ところが彼ら弁護人は一旦引き受けた以上、弁護士魂を発揮したのです。日本人では到底主張できないような弁論を躊躇なく展開し、ウェブ裁判長を困惑させました。本国アメリカにとって不都合極まれないことを恐れることなく堂々と指摘しました。ここに私たちはアメリカ人の良心を垣間見ることができます。欺瞞に満ちた東京裁判で永久戦犯たちは彼らの勇気に慰められました。うち3人は日本に残り、長年弁護士活動を続けました。日本と日本人を愛したのです。アメリカ人弁護人21人のうち、特筆すべき4人を紹介します。その筆頭がブレイクニー弁護人。彼はアメリカも日本側も触れられたくない原爆問題を真正面から取り上げました。原爆を投下した者がいる。その者たちが裁いている。あまりの正論に連合国も日本も凍りつきました。ウェブ裁判長は彼が原爆について語り出したとき、通訳と速記録を止めさせました。彼は原爆製造の責任者スティムソンが原爆使用の決定を下した証拠を提出しようとしました。この事実が法廷で明らかにされると、アメリカこそナチス同様の大量殺戮破壊兵器を使用した罪に問われるところでした。東京裁判を根底から覆す大事件です。ウェブ裁判長は激しく動揺し、仮に原爆投下が戦争犯罪であると仮定して、それが本件に何の関係があるかと迫りました。苦しい答弁です。すると、第一に報復の権利があると述べ、原爆投下以降の3週間、日本側の犯罪を無罪とすることを勝ち取りました。これによりたくさんの人たちが救われました。あっぱれ！次に、ファーネス弁護人は主張しました。真に公正な裁判を行うならば、戦争に関係のない中立国の代表によって行われるべきである。勝者による敗者の裁判は決して公正ではありえない。この裁判管轄権動議は、東京裁判そのものの無効を主張する決定的な指摘でした。勝者による復讐劇との指摘です。裁判長は返答しようがなく、なんと無視したのです。また、永久戦犯として裁かれ、重罪が確定した元外務大臣、重光守に対し彼は、永久戦犯としては最も軽い、禁錮刑7年の大金星を挙げました。自らアメリカ、イギリスに飛んで、緻密な証拠と情報を集め、減刑嘆願書の提出で勝利しました。不正な裁判、つまり東京裁判のことですが、不正な裁判を認めることは、英国の威信を傷つけるとまで、英国議会重鎮に言わしめたほどです。あっぱれ！ 3番目はローガン弁護人です。日本はアメリカを含む連合国に経済封鎖され、やむにやまれず自衛のために戦争を行った。日本は最後までアメリカとの戦争を回避するよう努めた。逆に、アメリカこそ対日戦略を周到に準備してきたと指摘しました。3年後、マッカーサーがアメリカ上院軍事外交合同委員会で証言した際に、実に彼の答弁を引用しました。日本は自衛のための戦争を行ったと。東京裁判の最高責任者がこの裁判を否定したのです。東京裁判の最終弁論でローガンは語ります。被告たちは愛する祖国のため、決定を下す立場にありました。愛国者として他に選択の余地がなかったのです。当時、日本国民のやりせない怒りが永久戦犯に向けられていました。ローガンの言葉は永久戦犯として理不尽な裁きを受けている被告たちを大いに慰めました。東條英機は涙を流していたそうです。彼は戦犯として一身に罪を背負い、
当初より処刑を覚悟。一切語るなかれと家族に遺言を残し、弁解を禁じています。ローガンは敵国アメリカ人でありながら、被告の無念さを見事に代弁しました。犯罪者呼ばわりされた彼らを愛国者と呼んだのです。あっぱれ。4人目です。日本の弁護団副団長を務めた京瀬弁護人は、デイビッド・スミスについて述べています。彼の担当は広田幸喜被告です。ウェブ裁判長がスミスの答弁の際、しばしば口を挟みました。そこで彼は証人の尋問に関し、裁判所が不当なる干渉をしていると異議申し立てをたびたびします。そこでウェブ裁判長は、彼が異議を取り下げ、謝罪しなければこの法廷より退席しなければならないと述べました。スミス氏はアメリカの法廷で普段行われている言葉を使ったのであり、それが法廷侮辱罪になるとは到底考えられないと返答。そして私は考えを変える意思もなければ理由も認めないと述べ、法廷から立ち去ったのです。そのまま帰国したのではなく、一個人として傍聴席から見守り、最後まで広田被告の裁判に尽力しました。弁護士として反骨精神を貫いたと京瀬氏は称賛しています。4人とも見事な答弁ですが、初めから結論ありきの裁判でした。東京裁判の後、ブレイクニー、ファーネス、ローガンの3弁護士は、日本で法律事務所を構え、長年活躍。うち2人は日本で生涯を終えました。彼らは日本と日本人を愛したのです。皆様はいかがお感じになりましたか？それでは次回のご案内です。東京裁判。キーナン主席検事を圧倒した東条英機の証言です。チャンネル登録のベルマークとグッドボタンを押していただければ自動で通知が送られます。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。